どうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆえてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、ゴッドバレーです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話を読んでいない人は、多いネタバレを含む内容です。よろしいでしょうか？行きましょう。38年前、地図から消えたゴッドバレーとは何か？こちらを考えましょう。ゴッドバレーについて考える前に、まずはベリーについて考えましょう。ワンピースの世界のお金の単位、それがベリーです。ベリーとは普通に考えると果実という意味です。果実がお金の単位。19話でシャンクスは悪魔の実を売ると1億ベリーにもなると言っていました。さらに1話でシャンクスはゴムゴムの実は海の秘宝だとも言っていました。ベリーイコールお金の単位、悪魔の実イコール秘宝。つまり悪魔の実には金銭的な価値があるお宝です。これらを素直に読み取るなら、一つなぎの大秘宝ワンピースとは巨大なベリー、巨大な果実、偉大なる果実、それこそがワンピース。そのようにも読み解けてしまう。そんな果実とシャンクスにはつながりがありそう。1話でシャンクスは強奪したゴムゴムの実を持っていました。19話タイトル悪魔の実を語ったのもシャンクス。そしてシャンクスの本名がもしもフィガーランドシャンクスなら、1年前フィガーランドのフィガーとは真っ赤な果実、レッドベリー、旧約聖書にも登場する果実、イチジクだと考えました。こちらです。シャンクスはおそらくフィガーランド家天竜人の血筋でした。そしてシャンクスはなぜかローのように宝箱に入れられており、それをゴッドバレーでロジャーが拾ったようです。それではフィガーランドのフィガーとは何でしょうか？フィガーとはフィガー、つまり真っ赤な果実、イチジクではないでしょうか。つまりフィガーランドとはイチジクの木の国、その王家の血筋がフィガーランドシャンクス。イチジクは聖書において禁断の果実であり、終焉の象徴とも言われています。そしてさらにシャンクスの好物は何度も言っているようにロブスターですが、ロブスターとはインドゴムの木の別名であり、そのインドゴムの木はイチジク属です。ここで以前から考えてきたルフィイコールニカ、ニカイコールゴムの木イコールロブスターが繋がってきました。次にゴッドバレーのかつての王者だったというフィガーランドガーリング星も考えましょう。ガーリング星の名前の由来はこのように考えました。こちらです。そして現れたのは三日月の男、フィガーランドガーリング星。ガーリングとはそのままガーリング、苛立つ、邪魔者、かじりつくという意味です。とにかくガーリング星はイム様を守る相当な邪魔者でしょう。ガーリング星の由来はかじりつく。フィガーランドガーリング星とはイチジクにかじりつく男。その髪型は三日月です。タイトル三日月は28話。28話の扉絵は農園で収穫をするシャンクス。つまりゴッドバレーにはその昔イチジクの果樹園があったのか。イチジクとは聖書やエジプトでも知恵のシンボルであり、世界中を表します。この話は2年前にすでに考えました。それはゴッドバレーはパンクハザードと表裏一体であると。こちらです。このように693話と694話のパンクハザードは38年前のゴッドバレー事件と表裏一体だと考えるのですが、最も重要なのは6、パンクハザードでローがドフラミンゴの商売の要である人造悪魔の実、スマイルの原料 SAD 工場を破壊していることです。つまりパンクハザードとゴッドバレーがここまで表裏一体であるならば、パンクハザードと同じように天竜人はゴッドバレーで奴隷たちを使って何かを製造していたという可能性が浮上します。この何かをロックス DG ベックは狙っていたと考えます。ゴッドバレーで天竜人たちが奴隷を使って製造させていたもの、それは生命の木の実です。それを食べれば寿命が伸びる実。旧約聖書のエデンにはイブが蛇にそそのかされて食べてしまった禁断の果実がなる知恵の木とともに不老を実現する生命の木もあったと言います。つまり旧約聖書に登場する知恵の木のモチーフがあるなら、生命の木も存在する可能性です。この生命の木とはおそらく幼樹イブではないでしょうか。例えば幼樹イブから取れる実をゴッドバレーで加工することで、それは不老を実現する生命の木の実に化けると。その実を天竜人たちは独占しているかもしれません。この秘密がロックスにバレて儲け話につながったと考えます。ゴッドバレーを直訳すると神の谷ですが、ダジャレ的に考えればゴッドバレーとは
神の秘密がバレた島です。そして不老、バレる、儲け話。この3点で繋がる男がいますよね。ドレークの父親、バレルズです。バレルズはオペオペの実をドフラミンゴに売って大儲けしようと企んでいました。しかしそこへ海賊であり海軍であるロシナンテと白煙病の老が現れ邪魔されています。白煙病は代々鉛という毒が溜まり受け継がれていき、寿命が短い子が生まれてきてしまうという呪いのような病気でした。これとは逆に生命の木の実を食べていけば天竜人の寿命は伸びていくのではないでしょうか。それでは次に生命の木の実なんてものが本当に登場するなら、それはどんな実なのでしょうか。考えられる実のモチーフは、例えば数々の神話に登場する不老を実現する黄金のリンゴでしょうか。この黄金のリンゴとは西洋ではオレンジのことなので、ナミのみかんの木とリンクするかもしれません。となると、以前の動画で僕はみかんの木はワンピースというタイトルに失われたワンピース D を加えるとダンピース、つまり完成品となることから、ワンピースとは未完成、つまりみかんの木とはワンピースの木、一つなぎの木のイメージであると考えました。ゴッドバレーとパンクハザードの表裏一体。この話のヒントは光月おでんでしょうか。ゴッドバレーが語られた957話で戦国はなぜか光月おでんの話もしています。光月おでんは桃源農園を作り、美味しい桃で栗を栄えさせていました。桃とは何度も言うように不老の象徴。桃源農園こそがゴッドバレーのイメージ。そして光月おでんは死に際に三日月になったフィガーランドガーリング星と重なる。三日月の光月おでんが桃を作っていたなら、三日月のガーリング星はイチジクを作っていた。いや、ガーリング星はゴッドバレーで活躍した王者であるとナレーションされていました。ゴッドバレーがもしも奴隷を使った工場、ドレスローザのスマイル工場やワノ国の囚人採掘場みたいなところだったなら、その表現はおかしい。いや、ドレスローザには闘技場もありました。囚人採掘場には大相撲インフェルノもありました。つまりゴッドバレーにも工場と闘技場があった。ドレスローザの闘技場での景品はメラメラの実でしたが、ゴッドバレーでは逆に奴隷たちを戦わせて負けた奴隷は生贄になる。その生贄から生み出されるのが生命の実。これはコロッセオのイメージにもつながるのか。ローマの暴君ネロはコロッセオでキリスト教徒を貼り付けにしたり野獣に食わせたりしていた。まるでゴッドバレーの王者ガーリング星がミョスガルド星を貼り付けにしたように、そんな寿命を伸ばせる生命の実なんてものがもしもあるなら、それはどのように作るのか。例えばそれは命の形のオペオペの実、そのコピー。不老手術を行うと能力者本人は死んでしまうという。これは能力者本人を生贄として捧げて他者を不老にしているとも読み取れます。つまりオペオペの実の血統因子があれば寿命を伸ばせる生命の実を作れそう。それこそがロックスが狙った儲け話か。ベリーイコールお金の単位、果実イコール秘宝。それこそが悪魔の実ならぬ神の実。それはイチジクのような真っ赤な果実、レッドベリーでしょうか。そのようにも考えられそう。しかしまだあります。ゴッドバレーとパンクハザードがもしも表裏一体なら、パンクハザードでは人造悪魔の実スマイルだけでなく竜も製造していました。こちらの動画ではルルシア王国を滅ぼした謎の兵器とは古代兵器プルトンであり、それは竜の悪魔の実を食べた戦艦だと考えました。そのプルトンを動かすための動力がマザーフレームだとも考えました。つまりゴッドバレーでは寿命を伸ばせる神の実だけでなく古代兵器プルトンも作っていた可能性です。三日月の光月おでんがワノ国を開国して古代兵器プルトンを動かしたいなら、三日月のガーリング星はゴッドバレーで古代兵器プルトンを管理していた可能性。そのゴッドバレーにある古代兵器を狙っていたのがロックス DG ベックか。世界平和のためにワノ国を開国して古代兵器プルトンを動かしたい光月おでんと、世界の王になるためにゴッドバレーを開国して古代兵器プルトンを
動かしたい G ベック。おでんと G ベックのつながり。そんな光月おでんを和の国で阻んだのは、カイドウとオロチ、二人のコンビです。一方、ゴッドバレーで G ベックを阻んだのは、ロジャーとガープ、二人のコンビ。和の国には、桃源農園とプルトン。パンクハザードには、スマイルと死の国。ゴッドバレーには、神の実とプルトン。このようなつながりであると考えます。以上です。3年前から考えているこの茹で上がった理論が正しいかどうかは神のみぞ知る。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなところがコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。